あの窓ですかね。そうです。あちらの3階の窓になります。あちらがG-SHOCK の初号機を開発した時に、実際に実験を行っていた窓かトイレの、らこう落としたはい、トイレなんですトイレか？の窓になります。トイレだったんですね。はい。あ、もうカメラ回ってました。あ、改めまして福田です。よろしくお願いします。カシオ計算機の木村と申します。よろしくお願いします。この実験室の、衝撃テストとかそういうのをやらせていただけるっていうふうにお聞きしたんで、ぜひこの目で見て確かめて、よりこう魅力のなんていうんですかね、根源を、伝えられればいいなというふうに今日は思ってます。で今回、時計の、衝撃実験等の担当している品質保証部の阿部というものになります。はい、福田です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この部屋が、その実験の。はい、こちらで、カシオの時計のあらゆる試験をこちらで行っております。で、G-SHOCK の開発目標が落としても壊れない時計というものだったんですけども、最初はですね、時計の上下左右にゴムをつければ、壊れないというふうに考えていたんですけども、これぐらいですね、ソフトボール台ぐらいの大きさにしないと壊れない時計というのは最初はできなかったわけなんですね。なんか3階の窓って先ほど木村さんにお伺いしてたのは、お手洗いだったっていう。そうなんですよ。当時はですね、時計は薄型を求める時代だったので、時代に逆行しているものを開発しているということもありまして、ちょっと隠れてやってたんですね。そうですね。そんな感じですね。こちらは加速落下衝撃試験機という試験なんですけども、加速落下、はい、これは時計を地面に落としたときに壊れないことを確認するような試験になっているんですけども、ただこちらG-SHOCK 専用の特別製になっておりまして、あちらにバネがついているかと思うんですけども、黄色い部分ですね。そうですね。あちらのバネの力を利用して時計を地面に叩き落とすというような、ちょっとおかしな試験になっております。じゃあこの高さの分以上に衝撃が投げつけるみたいな感じ。そうですね。そうするとより高いところから落とすというのをイメージしているような試験になります。それ機械で挟むんですね。そうですね。こちらで今時計を挟んでおります。で、このようにですね、時計を挟む、向きによって、時計の、落ちる向きというのを決めることができるようになっております。ではそれでは、試験を始めていきたいと思います。はい、これでセット完了です。じゃあ行きます。押します。ぜひご確認いただければと思います。すごい。なんともなってない。っていうかそこえぐれてるじゃないですかこれ。メタル製の G-SHOCK などもやったりしているんですけども、そういったものをやったりすると結構えぐれてしまったりとかということもあります。すごいですねこれ。だけど大丈夫。そうですね。これぐらい強い衝撃がかかっているんですけども、G-SHOCK は全く問題ない。さすが G-SHOCK。すごいですね。これはこちらはハンマー衝撃試験機といって、時計をハンマーで叩いて壊れないことを確認する試験になっています。ハンマー衝撃試験機。はい。ハンマーで叩いちゃうんですね。そうなんですよ。で、これでそうですね。セットして、セットしてここに置く。そうですね。これで大丈夫ですか？はい。それで大丈夫ですね。で、これで振り上げる。そうですね。真上まで持っていっていただいて。これなんかすごい重たいんですけど、何キロあるんですかこれ？これ実は5キログラムあります。で、こう上げて、で、これでそうですね。あとは手を離すだけです。いきます。うわ。うわ。もう大丈夫だ。すごいですね。ありがとうございます。次はこれは何でしょう？はい、こちらは遠心力試験といって、時計に遠心重力を発生させたときに時計の針が正常に動作することを確認する試験になっています。
G-SHOCK の中でもこちらは対遠心モデルに対してのみ遠心行モデルっている試験になっています。一番考えられる、不具合というのが時計の針なんですけども、針が遠心力に引っ張られて、はいはい。例えば文字盤に接触して時計の針が止まったり遅れてしまったりとか、そういったことが一番考えられます。このようにですね、時計がぐる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 と回転して、今かなり強い遠心重力が発生しております。すごいですね。ですので正直人間が耐えられないぐらいの遠心重力が今時計にかかっているというものになります。こちらは静電気試験といって、静電気。はい、人体などに溜まった静電気が時計に放電されるというのを想定した試験になっております。冬場なんかですと人体に溜まる電圧というのは、1万ボルトを超えることもあるんですね。そう言いますね。でそれに相当するような、電圧を時計に放電させて、例えば誤動作であったりですとか、故障であったりですとか、そういった不具合がないことを確認するような試験になっております。なるほど。こちら静電気試験機なんですけども、こちらを時計に当てていただいて、でトリガーを押すと静電気が発生するようになっております。なるほどなるほど。福澤さんやってみますか？怖くないですか？感電することもたまにあります。これを押すんですね。そうですね。はい。でこれを押してみればいいんですか？はい。すごい。パチパチいってますね。うわ、すごい。なんか火花が散ってます。そうなんですよ。それだけかなり強い静電気が放電されてます。なるほど。一番起こり得る不具合というのが、この表示の部分がリセットされてしまう。1月1日0100。しまったりですとか、あとはもう表示自体が消えちゃって壊れてしまうといったようなことが起こることが想定されるんですけども、ご覧いただく通り全く問題ないことが分かるかと思います。はい、次は何でしょう。これはこちらは対冷試験機といって、G-SHOCK の中でも対冷モデルというものがあるんですけども、泥のそうですね、泥に強いモデルというものがあるんですけども、それに対してのみ行っている試験になります。このような形で、実はですね、真ん中に時計がセットされておりまして、で水が張ってあって、で非常に粒子の細かい泥が混ぜ込んであります。でそれをスクリューで攪拌しながらボタンを押して不具合がないかというのを確認するような試験になっております。泥の中でボタンを押してるんですね。泥ってボタンの可動部に非常に入り込みやすいですね。で入り込んでしまうとボタンが動かなくなってしまったりとか、そういった不具合が起こる可能性があるんですね。でそういったことがないことをしっかりとこの試験で確認しております。でこのお隣はこちらはですね、少し形は似ているんですけども、こちらは水中ボタン耐久試験機という試験になります。こちらは G-SHOCK の中でもダイバーズモデル、プロックマンですね、に対して行っている試験になります。水が張っている中に時計があって、そこでもうひたすらボタンを数千から数万回、ひたすらボタンを押して不具合がないことを確認する試験。数千から数万回。そうですね。この試験機ができる前というのは、バケツに水を張ってその中に手を突っ込んでひたすらボタンを数千回。実際にですね。例えば冬場なんかですともう手がかじかんでしまったりですとか、あとは話しかけられたりとかすると回数忘れてしまったりとか、でさらにもう一つ大きなメリットがあって、ボタンを常に同じ力の強さ、同じ力の方向で押すことができるので、誰がやっても同じように試験を行うことができるようになったんですね。ということはつまりこの検査をすることもお仕事だけど、この検査機を作るのもお仕事。そうですね、おっしゃる通りですね。ですね。試験方法を考えて試験機を作るというのも我々の大事な仕事の一つと思います。じゃあこれも安倍さんの部署の作品という。そうですね、まさにその通りです。なるほどな。こちらは防水試験機という試験です。でこちらはですね、時計に水圧をかけて防水性が確保されていることを確認する試験になります。でこの状態で時計を沈めていって水圧をかけていきます。これは見えないんですね。そうですね。こちらの試験はちょっと中を確認することはできません。でこちらの試験はですね、
G-SHOCK だけではなくてそれ以外のモデルに対しても行っている試験になっております。でさらにですね、カシオの工場で作られている全ての時計に対してこの防水試験というのは行われています。全てのラインナップっていうこといえ、全ての個数全数検査を行っているということですね。カシオの時って全数そうなんです。検査、防水をやってるんですか。はい。店頭に並んでいる時計というのは全てこの防水試験をクリアしたものになっている。なるほどね。はい。ですので実際の生産現場では、これよりももっと大きな防水試験機がございまして、で一気に試験をできるようなものになっております。それはすごいですね。こちらはですね、加圧式水中ボタン耐久試験機と言います。加圧式。はい。こちらはですね、G-SHOCK の中でもダイバーズモデルに対してのみ行っている試験になります。水圧をかけた状態で、時計のボタンを動作させる試験になっております。じゃあ水深の深いところでボタンを押す。そうですね、そういったことを想定した試験になっております。こちらをですね、このようにセットいたしまして、でここから時計が、見えるようになっております。はいはい。でこの状態でですね、時計を水の中に沈めていきます。はい。でですね、これから水圧をかけていくんですけども、時計の上にですね、泡が見えるかと思います。この泡がですね、水圧をかけるとどんどんこう小さくなっていっています。はい。それではですね、水圧をかけていきたいと思います。小さくなって。そういった中でもですね、時計の表示がですね、ライトがついたり切り替わったりしていることがわかるかと思います。これで何気圧ぐらいな感じなんですかね。こちら200メートル防水の、クロックマンを使用しているんですけども、それに合わせて、水圧を設定しています。で、このダイバーウォッチっていうのは、人命に関わるものですので、公的な規格で、細かい決め事がですね、いろいろ規定されているんですね。公的な規格ではこういったボタン動作に関しては水中操作性は水深30センチメートルでボタンが正常に動作することに規定されているんですけども、こういった独自に過酷な試験を行って品質を高めているということを行っております。今日はなんかいろいろと実験させていただいたんですけれども、まだまだいっぱい本当はあるんですよね。こちらのパネルにですね、私たち品装勝負がどういった試験を行っているかというのがですね、一覧になっているんですけども、すごい数ですもんね。一つの、モデルに対しては、コンセプトに合わせて、大体平均100項目ぐらいの試験を行っておりまして、その行った試験すべてに対して合格したものだけが量産に移ることができる。技術の進歩に合わせて試験する方法というのも、その都度新しくしたり、あとは改定したりといったことをしていかなければならないですね。ですので、この試験項目というのは、どんどん今後増え続けていくというようなものになっています。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。G-SHOCK、タフな時計っていうのはずっとね分かってるつもりだったんですけど、実際こうやって目の当たりにすると今度は想像以上に過酷な試験に耐えていて、改めてすごい時計なんだなっていうのがなんかすごく実感できました。また買っちゃうかな以上でした。